皆さん、こんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。今回は XP ペンさんのご提供により、新作液晶タブレット、アーティスト12セカンドのレビューをしたいと思います。ついに XP ペンさんから安い液タブの最新モデルがやってきました。前のモデル、アーティスト12をね、レビューした2019年からもう、どれだけ待ったことか。しかもこちら性能がね、大幅にアップしているんです。フルラミネートになったし、色味もねすごい良くなったそうです。でさらにペンが最新のモデルになっていて、もちろん前になかった傾き検知機能もついたし、精度もね非常に良くなったそうです。で気になるお値段なんですが、アーティスト12セカンドには通常版と豪華版がありまして、こちらはね豪華版になるんですが、今だとね Amazon で通常版が約25,000円、豪華版が27,000円で購入できちゃうんですが、なんと11月26日から開催される Amazon のビッグセールブラックフライデーウィークでは 25% オフになって、さらにねお安く買えちゃうそうです。ぜひねこの機会お見逃しなく。とにかくねどちらにせよめちゃくちゃ安いです。液タブが2万円台ですよ。でも安かろう悪かろうでは困ってしまうので、今回もねプロ目線でしっかりとね描画性能と書き心地を見ていきたいと思います。楽しみにしていってください。それでは早速見ていきましょう。こちらね豪華版のパッケージなんですが、ケイシン先生がねイラスト描いててめちゃくちゃ可愛いんですよね。プレゼントとかでもらったらすごい嬉しいなって思います。はい。でこちらがね中に入っていた本体以外のものなんですが、今回ね通常版とコラボ版があって、入っているものがこの通りねちょっと違うので、何が違うのかっていうところも含めてね説明していきたいと思います。はい。でまずクイックガイド、ちゃんとねこのように日本語で説明が書かれています。こちらは保証書になります。お絵かき用の手袋です。こんな感じで使います。そしてこちら豪華版限定のクリーニングクロスになります。通常版にはイラストが書いてないタイプのものが入っています。でこちらの青いフィルムなんですが、こちらね豪華版限定でペーパーライクフィルムがついてきます。これを貼ることで画面がザラザラになって紙に絵を描くような感じで絵を描くことができます。こちら青いですけど、貼るとねちゃんと透明になります。青いのはこのフィルムをね保護してるフィルムが青いだけです。で貼るときに使うホコリとかをね取るシートもついてきています。でお次はペンなんですが、今回ね専用のペンケースがついてきていません。液タブの性能を下げずに、そういうところでね今回お安くなるようにしてるのかなと思います。とにかく安く液タブを買いたいっていう人にとってはすごくね嬉しい対応かなと思います。でペンなんですが、こちら上位機種と同じスマートチップ搭載の最新モデルのペンになります。筆圧感知が8192レベルで、傾き検知機能付きのボタンがここ1、2、そしてねここに消しゴムがあります。でここの消しゴム機能、こうやってねここでピューって書くと消しゴム機能になるっていう機能なんですけど、これは豪華版のペンにのみついています。でもちろん充電は不要なタイプになります。であとこちらペンのね芯を交換するための器具と、替え芯が10本入ってるって公式には書いてあったんですけど、数えると11本入ってました。ラッキーだったかもしれません。で専用のペンケースがないって言ったんですが、豪華版だったらこちらのね可愛いペンケースがついてきてますので、ここにね全部まとめて入れておけばなくすこともないのかなと思います。はい。でお次は接続の説明です。こちらの液タブは Windows と Mac と Android、 そしてね ChromeOS、Linux にね対応しています。で Android なんですけど、 Android は USB3.1、DPI1.2 っていうタイプのやつにしかね対応してないので、こちらのね互換性検証済み Android デバイスのみ対応しております。最新のものは公式サイトで確認してください。で Linux の対応バージョンとアプリはね公式サイトを確認してください。でこちらケーブルがね主に2種類ありまして、一つはこちらですね、3-in-1 USB ポートっていうもので、こちらのタイプ C を液タブの方に挿して、
こちらの HDMI ってやつと、こちらの USB ってやつをパソコンの方に挿して使います。で、この赤いのは電源を取るために挿すんですが、電源タップで使いたいっていう方は、こういう電源にね、挿して USB 挿せるやつ、よくね、携帯の充電とかでね、皆さんお持ちかなと思うんですけど、そういったものが今回ね、入っていないので、別途準備する必要があります。で、こちらのケーブルなんですけど、電源がね、短くて届かないよって時にね、これで延長できるようになっています。で、基本的には今ね、説明したこの2本のケーブルで接続することができるんですが、こちらの液タブ USB Type-C to Type-C ケーブルでの接続もできます。こちらのケーブルなんですが、USB Type-C と USB Type-C で液タブと USB Type-C が刺さるパソコン、または Android とかのスマートフォンの接続に使います。で、こちらは通常版だと別売りになるんですが、豪華版はね、最初から入っています。ちょっとね、難しかったかもしれないですけど、接続方法はね、こちらの2種類ありますよってことで、Type-C to Type-C で接続したいっていう方はね、豪華版、とってもおすすめです。はい。で、ついにやってきました。本体です。最初にね、手に取った時の印象はね、もうめちゃくちゃコンパクトで軽いです。で、こちら背面がブラックなんですが、なんとね、通常モデルならカラーバリエーションが4つあります。ブラックとグリーンとブルーとピンクがね、選べますので、色を選びたいっていう方は通常版おすすめです。はい。で、こちらカスタマイズ可能な8個のショートカットキーがついてきます。お絵かきでよく使うような機能を専用のソフトでね、自由に割り当てることができます。で、こちらの液タブ、スタンドがね、付属していないので、スタンドが欲しいなっていう方は別途購入するようにしてください。お次は接続方法について説明していきます。僕はパソコンとつないで液タブを使っていくので、パソコンとね、つないでいくんですが、接続方法は簡単で、ドライバーという専用のソフトを公式サイトからダウンロード&インストールするだけでつながります。クイックガイドの通りに接続すれば大丈夫です。で、こちらの液タブなんですが、パソコンや Android 端末がないと使えません。こちらの液タブ単体では使えないのでご注意ください。液タブっていうのはペンで操作ができる画面なんです。液タブの中にはOS も入ってなければアプリケーションも入っていないので、パソコンに入ってるお絵描きソフトを液タブの画面に移してお絵描きをしたり、スマートフォンに入ってるお絵描きアプリを液タブの画面に移してお絵描きをしたりするものになります。で、PC でセットアップする際の注意事項としては、もともと何か液タブやペンタブのドライバーが入っている場合は、アンインストールして PC を再起動してから入れるようにしてください。Windows のディスプレイ設定で配置、サイズ、解像度をね、正しく設定するようにしてください。インストールしてきた専用のアプリでは、まず最初に画面エリアの設定で、液タブの画面はこれですよっていうのをしっかり設定するようにしてください。作業エリアの設定では、180度回転させることで左利き用に変更することができます。ペンのボタンの設定や液タブのボタンの設定などもこちらで変更することができます。それでは実際の描画性能を見ていきましょう。まずこちらの本体のサイズは、横幅が 346.2mm、縦幅が 209mm、分厚さが 12mm となっています。で、こちらの画面の部分ですね。こちらの画面の部分は 263.23mm、縦幅が 148.07mm となっております。この液タブのサイズ感なんですけど、趣味でね、絵を描く方とか、これからね、デジタルイラスト始めたいっていう方とかだと、もともと使ってる勉強机とかパソコンデスクとかでね、絵を描くことになる方が多いんじゃないかなと思うんですが、そういう机だと正直大きな液タブを買うとめちゃくちゃ場所を取って邪魔になります。なのでプロみたいにずっとそのパソコンで絵を描いてるっていうような方じゃない場合にはすごくね、おすすめなサイズだと思います。じゃあプロの人だとこのサイズの液タブって使わないのっていうと、そうじゃなくて、あんまりね、手を動かしたくないっていう方だと、プロでもこのサイズを好んで使っている方っていうのもいます。
で、これはね、ちょっと余談なんですが、さっきね、液タブっていうのはパソコンの画面とかスマホの画面を表示して絵を描くものっていう風にね、お話ししたと思うんですが、パソコンの画面を表示できるってことは、こんな感じでね、YouTube とかも普通に見れちゃいます。ですので、お絵描きをしないときは、パソコンのサブモニターとしてね、このように使うこともできるので、便利です。で、こちらの液タブ、解像度はフル HD になります。このサイズの液タブでフル HD はね、十分な解像度だと思います。そして色域なんですが、なんとね、この価格の液タブで Adobe RGB94% になります。めちゃくちゃ高色域です。前のアーティスト12の 72% とは比べ物にならない数字です。で、この Adobe RGB って何なのっていうのをすごく簡単に説明すると、Adobe RGB っていうのは印刷される色です。で、この Adobe RGB っていうのが低いと、絵を描いてる時の色が思ったように印刷されなかったりするんですけど、Adobe RGB っていうのが 100% に近ければ近いほど絵を描いてる時の色がそのまま印刷されるようになります。こちらめちゃくちゃね、高色域な液タブになりますので、これならね、印刷用のイラストでも十分ね、安心して使用できるんじゃないかなと思います。そしてこちらね、初めからアンチグレアフィルムが貼ってあります。そしてこちらの液タブ視野角もね、とても広くてですね、このようにね、いろんな角度から見ても色味がね、ほとんど変わらないディスプレイになっています。はい、それではね、実際にいろいろと線を描いてみたいなと思います。まずは早く描いてみます。次はね、ゆっくり線を引いてみたいなと思います。そして次は入り抜きです。入り抜きはこんな感じで、結構ね、自分が思った通りに入り抜きが入るんで、このレスポンス僕は好きです。はい、で、お次は示唆なんですが、なんとこちらの液タブ、このようにほとんど示唆がございません。見てください、この示唆。こちらの液タブ、フルラミネートを採用しているので、そのおかげでこんな感じでね、ほとんどこう、ペン先とカーソルのね、間の隙間がない状態で絵を描くことができます。正直ね、ちょっと前のこの2万円台の液タブじゃ考えられないですね。で、こう画面の四隅に行くと少しね、精度が落ちるので、こうペン先とカーソルにわずかにね、ズレが生じるんですが、それでもほとんどズレはないです。少し前の2万円台の液タブのことを思うと、ほんと、こういったズレもなくなりました。で、今回ね、いろいろと書き心地も見ていくんですが、その際にはね、付属していたペーパーライクフィルムはね、貼らないで書いていこうかなと思います。通常版をね、購入検討されてる方もいると思うので、今回はペーパーライクフィルム貼らないで書いていきたいと思います。で、ペーパーライクフィルム貼ってなくても、すごい画面サラサラしてて、すごく滑らかな書き心地なので、自分はね、これでいいんじゃないかなと思います。ただね、自分なんかは液タブ使い慣れてるんで、気にならないんですけど、ずっとね、アナログで紙でお絵描きしてきたっていう方にとっては、ペーパーライクフィルムがあった方が紙の書き心地に近くなるので、よりね、違和感なく液タブを使うことができるんじゃないかなと思います。で、あとこちらのペン、最新のスマートチップ搭載のペンになるんですけど、新しくなったことによってね、ペン先の沈み込みっていうのがほとんどなくなりました。見てくださいね。こうタッチしてから、こう線が描かれると。こうタッチしてほとんど沈まずに、このように線を描くことができます。ほんとタッチしたペン先の位置のほぼまんま。こう昔はタッチしてから、なんかグッてボタンみたいに押されてようやく線が描かれるみたいな動きがあったんですけど、本当にタッチしてそのまま描けるんで、こんな感じで。鉛筆みたいにね、シャカシャカシャカっと描くことができます。で、これすごいのがもう本当にこんな感じで全然力入れなくても、こうサラサラサラっと描くことができちゃうんですよ。ですので、こんな感じでね、鉛筆みたいにね、お絵描きすることができるようになりました。ですので、今までよりもね、よりアナログに近い感じの描き心地で、絵を描くことができるようになってます。ちょっとね、触った感じはね、すごくいい液タブだなと思うんですけど、
実際にね、絵を描いてみないと気づかないことっていうのがね、たまにあるので、この後実際に絵を描いてみて、気になったことなどないか見ていきたいなと思います。それではアーティスト12セカンドで絵を描いてみたメイキング動画を流しながら実際に絵を描いてみて気づいたことをお話ししていきたいと思います。結論から言うとすごくね描きやすかったです。今回描いた絵結構ね僕気に入ってるんですが、気に入っている絵が描けるってことはね、楽しく気持ちよく絵が描ける液タブなんだと僕は思っています。僕は普段はめちゃくちゃね大きな液タブを使っているので、画面サイズによるもどかしさみたいなものはねもちろんねちょっとあったんですが、描き心地が柔らかくてサラサラね絵が描けるので、だんだん気にならなくなってきて楽しくねお絵描きすることができました。2万円台なのにとってもね高性能、初心者さんにも安心しておすすめできる液タブです。ぜひ概要欄のリンクからねチェックしてみてください。もしもう少し画面が大きい方がいいよっていう方にはアーティストプロ16というね液タブもおすすめです。こちらもレビューしてますのでチェックしてみてください。とは言っても液タブはどんどん進化していますので、最新情報は要チェックでお願いします。このチャンネルでは最新液タブのレビューをたくさんやっていますので、ぜひチャンネル登録して最新機種の情報もチェックしてください。そして最後になんとプレゼント企画のご案内です。今回ご紹介したアーティスト12セカンドを1名様にプレゼントしちゃいます。プレゼント企画の応募方法は僕の Twitter アカウント、そして XP ペンさんのアカウントをフォロー、該当ツイートをリツイートすることで応募できます。該当ツイートが準備でき次第、概要欄にねリンクを貼りますので、そこから該当ツイートを確認してどしどしご応募ください。ということで XP ペンアーティスト12セカンドのレビューでした。ヤキマエルのお絵かきチャンネルではお絵かき関連の動画をアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では